動きを想像して横から想像してくださいよ、こういう場合。定規使わない方がいいですかね。こういうスタイル的に。こういうスタイルはね、フリーハンドの方が味が出るんですよ。そうなんだね。ちょっとこんな感じになってるんですけど、なんか全然別のキャラに見えますよね。よろしくお願いします。毎度です。今回は特別に、私の個人チャンネルとコラボしてアニメーションを作りたいんですけど、よくドキドキドローイングでも生放送してる時に人物がここに座ってたまに人がチャンネル登録するとか寄付したりする時に、ここのアニメーションは自分のアニメーションを作りたいんです。また今度はドキドキドローイングは作るんですけど、今回は日本語ゲーマーチャンネル、一番よくあること、コーヒーの豆を見るする話してて、似たようなアニメーションなんか作りたいんです。じゃあこう回してる。Let's Grind 行って持ち上げる。こうやって人物が現れて最後に持ち上げて Let's Grind っていう。大体やりたいのは分かりますか？そうですね。キャラっていうよりやっぱり動物の頭身の低いやつの方がいいんですかね。そうね。SD キャラっぽく書いたらいいかな。じゃあそういうのでも。ミルのデザインも今のようなスマートな形じゃなくてちょっとクラシックなタイプにした方が分かりやすいですか？このコーヒーシリーズの動画見ていない人は分かるようなコーヒーミルの形の方が分かりやすいですね。そうですね。自分がそのモダンっぽいなやつしか持ってないんですけど、こんな感じですよね。よし、やってみましょう。はい。こういうアニメーションを作るなら最初のステップは何ですか？最後の決めポーズ。一番最初のポーズを書くと思ってたんです。まずは芯を研ぎながら精神を集中させるから、鉛筆削りでまずはそうだね、芯を尖らせましょう。いいルーティーンになるんですよ。そうですね。クリーニング。よし、書いてみます。上半身腰ぐらいまで入れとけば安全ですかね。で SD キャラなら首がない方があるけど見えない方がよし。見えても全然ちょっと SD キャラっぽくないな。ちょっと頭身が高いかな。よし、やり直し。はい。髪がもったいない。ごめんなさい。でこの辺に見る。大体こんな感じでいくつもりですけど、とりあえず大丈夫そうです。いいじゃないですか。 OK。押さえないと回らないですね。そこら辺は考えなくていいかな。そうだね。ミルが見える方が大事。もう少し厚みをつけた方がいいですかね。手の甲も入れて。ラフとして親指はこういうところに置くか、それとも上に上がってる？上に上がりすぎだとちょっと変だから、もう添えてるだけの。こんな感じかな。そうですね。はい、こんな感じです。では次はこれ入れる前に他のフレーム描いた方がいいかな。1枚絵を完成させちゃった方がいいでしょうから、これを完成させちゃいましょう。よし、お願いします。じゃあごめんなさい、もう1枚ある程度バケツで濡れるように描いた方がいいですね。線をしっかりつないでおかないと。そうね。ミルの形、特にディテールがなんか足りてない気がするんですけど、それでも大丈夫そうですかね。今こういう形になってるんですけど、省略してますよね。構造的に言うと、こういう板にね、これで豆を投入する穴があったりしますよね。そうね。こんな作りなんですよ。ありがとうございます。デザインはいろいろありますから。そうね。定規使ってもいいですかね。定規使わない方がいいですかね。こういうスタイル的に。こういうスタイルはね、フリーハンドの方が味が出るんですよ。そうなんだね。最初は下書きでまっすぐに引いておいて、で、清書するときにフリーハンドでっていうのもいいし。
ああ、なるほど。で、上でフリーハンド。はいはい。なるほど。これ弾いてる時に下の線に合わせようとする方がいいですか？合わせようとしても合わせきらないでしょ。そこがねいいんでしょ。なるほど。はい、じゃあ次の段階はじゃあインしてくる絵を描きましょうか。最初のインだから頭ですよね。そうですね。何もない状態から頭下から上がるように描きましょう。まあ、っていうかもう少しこれより大きい方がいいかな。カメラに寄ってるからまあそれでもいいし、なんか同じ大きさでもいいし、こういう風に前かがみになって少し大きめでもいいかも。こんな感じでそうです、大丈夫そうですかね。私こういう風に出してるんですけど、その必要はないですかね。真っ黒になる。出してもいいんじゃないですか。髪は茶色か黒か。黒といっても本当の真っ黒ではないですからね。そうね。はい、フレーム1書きました。はい、じゃあこれを下の方にした方がクリップしやすいと思うんで、わかりました。インを一番下に置いて、この上にアウト入れて、で新しい紙をよし、これから書くのを一番上に乗せてライトをつけます。はい、じゃあ途中の書くわけですかね。ただの中割りを書いてもいい動きにならないんで、ここは一番上に持っていって最後の絵に収まる、そのポーズを書きましょうか。作戦としてだいたい全部少し上に上がってるように。まあそうですね。ディフォルメのキャラだからゴムが伸びるような感じで書いちゃった方が勢いが出ます。結構適当に想像で書いてますが、大丈夫そうですか？いいんじゃないですか。顔が隠れるぐらいまで高いところまで持っていっちゃっていいんじゃないですか。見るの位置引き写しでいいんじゃないですか。そうね。ちょっとずらして想像してるのが手から少し離れるように、じゃあそれに合わせて。はい、じゃあ外します。はい、ちょっとチェックする。こんな感じ。前髪はどうしたらいいですかね。一番上に来てその時どういう状況になってるか想像して書かないと、ヘルメットのように固定してても面白くないでしょ。やってみましたで次は一番初めの頭のみのこれの間に絵を入れるんですけど、ここからここまでなら途中の1枚はこの辺に描きますかね。真ん中頭持ってきて体は頭に合わせる。動きを想像して横から想像してくださいよ、こういう場合。結構角度つけてる。ちょっとこんな感じになってるんですけど、なんか全然別のキャラに見えますよね一応メルの少し上見せようと思ってるんですけど、大丈夫ですか、いいんじゃないですか。ちょっとこんな感じになっていますが、まあキャラは全然別物になっちゃってますけど、ポーズは大丈夫かなまあとりあえずここまで書いたから
うん一連の流れを見てみましょう。まあなんとなくわかりますが形がちょっと変ですね。2枚目と3枚目をつなげるために3枚目の線にタッチを入れた方がごまかせますよ。頭と頭をつなぐようにさっと引いてみれば、腕と腕を、この手とこの手までこう、全部でなくてもいいから長めに、じゃあ最後に見るの本体、ここからこれと同じ方向にしなきゃいけないですか？そういうわけでもないですが、軌道を意識しながらで、鉛筆の腹で太くバッとこその方向じゃ引きにくいから動画用紙を動かしてう、さっと横にできるように。ダメかな。とりあえずこれでつなげてもう一度見てみましょうか。3と4はちょっと似てすぎかな。そうですね。やっぱり元の絵に引きずられて伸びてないから。もっと上に向いてるように書けばよかった。そうですね。もう少し伸ばして質量保存の法則で伸びたら絞る。でもこれも動かしちゃったらそれっぽく見えるからこれでいってもいいんじゃないですか。GIF アニメーションにしてみます。はい、ありがとうございます。どうも。